今回は Python の GUI 作成ツール、ページのウィジェット使用方法の第2回として、テキスト、ラジオボタン、そしてエントリーウィジェットの使い方を解説していきます。まず前半では、こちらの画面を作成していきます。上部には、テキストを入力する欄と、その内容を表示するためのラベルがあります。中央には、つのラジオボタンを配置し、選択された項目をその下のラベルに表示します。そして、入力したテキストを表示させるためのボタンも設置します。それでは、ページを使ってこの GUI を構築し、動作させるためのコードを書いていきましょう。ページでの作業です。まず、Gen-Python メニューから、Generate Python GUI を選択し、GUI の骨格となる、テスト例 5.py というファイルを作成します。次に、同じく、Gen-Python メニューから、Generate サポートモジュールを選び、イベント処理などを記述するサポートファイル、テスト例 5_support.py を作成します。これにより、ご覧のようにプロジェクト用のフォルダーに、テスト例 5.py、テスト 05.tcl、そしてテスト例 5_support.py といったファイルが自動生成されます。テスト例 5.py が画面のレイアウトを定義するファイル、テスト例 5_support.py がボタンが押された時などの動作を記述するファイルです。こちらが自動生成されたテスト例 5.py の冒頭部分です。ページが生成したコードであることがわかります。今回の前半のプロジェクトでは、通常は機能ごとにファイルを分けるところを、学習のためにあえて、テスト例 5.py のみ変更し、テスト例 5_support.py は変更しません。それでは、テスト例 5.py の変更点を見ていきましょう。まず、トップリーベル1クラスの初期化メソッド。_init__init_ の中に、ラジオボタンの選択状態を保持するための変数セルフ.selected ボタンを tk.intvar として定義します。次に、ボタン1の設定です。ボタンのテキストを表示という文字列に変更し、ボタンがクリックされたときに、セルフディスプレイ_テキストというメソッドが呼び出されるよう、コマンドを追加します。次に、ボタン1の設定です。ボタンのテキストを表示という文字列に変更し、ボタンがクリックされたときにセルフディスプレイ_テキストというメソッドが呼び出されるよう、コマンドを追加します。続いてラジオボタンの設定です。レディオバトン1のテキストをラジオ1に修正します。そして、このボタンの識別のためのバリューを1に設定し、状態を保持する。バリアブルに先ほど作成したセルフ.selected ボタンを指定します。最後に、ボタンが選択されたときに、セルフディスプレイ_ラジオ_セレクションというメソッドを呼び出すようにコマンドを追加します。レディオバトン2も同様に、テキストをラジオ2に、バリューを2に設定し、同じバリアブルとコマンドを指定します。レディオバトン3も同様に、テキストをラジオ3に、バリューを3に設定し、同じバリアブルとコマンドを指定します。ラベル2では、テキストプロパティを、ラジオボタンの選択と初期テキストを設定しておきます。また、ラベル1の初期テキストは、入力内容の表示としておきます。最後に、ボタンが押された時に呼び出される2つのメソッドをクラス内に追加します。まず、ディスプレイ_テキストメソッドです。これは、テキスト1ウィジェットに入力されたテキストを取得し、その内容を、ラベル1のテキストとして設定するものです。次に、ディスプレイ_ラジオ_セレクションメソッドです。セルフ.selected ボタンの値を取得し、その値が1、2、3のどれであるかに応じて、ラジオ1が選択されましたといったメッセージを、ラベル2に表示します。それでは変更点をまとめておさらいします。まず、ラジオボタンの状態を管理する。tk.intvar を用意しました。ボタン1、つまり、表示ボタンには、テキストボックスの内容をラベルに表示する。ディスプレイ_テキスト関数をコマンドとして設定しました。3つのラジオボタンには、それぞれテキストをラジオ1から3とし、識別するための
バリューとして1、2、3を割り当てました。そして、どのボタンが選択されても、ディスプレイアンダーラインラジオアンダーラインセレクション関数が呼ばれるようにコマンドを設定しました。各ラベルの初期テキストもわかりやすいように変更しました。追加した。ディスプレイアンダーラインテキストメソッドでは、テキスト1ウィジェットから .get でテキストを取得し、ラベル1に .configure で設定します。ディスプレイアンダーラインラジオアンダーラインセレクションメソッドでは、セレクテッドボタンの .get で選択されたバリューを取得し符分で分岐させて対応するテキストをラベル2に表示させています。今回は、ページのテキストウィジェット、ラジオボタン、ウィジェットについて使用例を説明します。フォーム上には、2つのラベルと1つのテキスト、1つのボタン、3つのラジオボタンを配置しました。このプロジェクトでは、テキストに入力された値をボタンを押すことによってラベル1に表示します。またラジオボタンの選択状態をラベルに表示するようにプログラムを書きました。そして、こちらのプロジェクトを Create Python GUI と Create Support モジュールで出力しています。作成された Python コードがこちらのテスト例 5.py とテスト例 5_support.py となります。このファイルを修正してボタンとラジオボタンが機能するようにしました。こちらが修正したテスト例 5.py のコードです。今回修正を加えたのは、のファイルのみとなります。まず、こちらでラジオボタンの選択状態を保持する変数セレクションボタンを定義しました。次に、ボタン位置についての設定ですが、ボタンに表示する文字として、テキストイコール表示と修正しています。またボタン位置が押された時のコマンドオプションとして、ディスプレイテキスト関数を定義しています。このボタンが押されると、下に書かれたディスプレイテキスト関数が実行されます。ここでは151行でインプットテキスト変数にテキストウィジェットの内容を取得し、次の行でインプットテキストの内容をラベル1に表示します。次はラジオボタンの修正箇所ですが、ボタンの横の文字列をテキストでラジオ1と修正しています。またバリューをラジオボタン1では1としています。そしてこのボタンがクリックされた時の設定として、71行でコマンドオプションにディスプレイラジオセレクション関数を設定しています。以下、ラジオボタンに3についても同様な設定を行っています。ディスプレイラジオセレクション関数は、コードの下の方に書いています。関数内では、選択されたラジオボタンの値をラベル2に表示します。最初にセレクテッドバリュー変数に、セレクテッドボタンより値を取得します。そして、その値によってラベル2のテキストをラジオ1が選択されました。または、ラジオ2が選択されました。のように変更できるようにif文で設定しています。それでは、修正したプログラムを実行してみましょう。こちらのテキストウィジェットに文字を入力します。そしてボタンを押すと、上のラベルに入力された文字列が表示されます。もう一度、文字列を入力してみましょう。そして、ボタンを押します。すると、このように文字列が変更されます。次は、ラジオボタンについて見ていきましょう。このように、選択されたラジオボタンによって、下のラベルが変更されます。さて、後半のテーマに移ります。今度は、エントリーウィジェットとテキストウィジェットの連携です。こちらの画面を作成します。上のエントリーウィジェットに入力したテキストを、追加ボタンで下のテキストウィジェットに加えていき、出力ボタンでテキストウィジェットの内容をファイルに保存する、というものです。先ほどと同様に、ページで、エントリー&テキスト .py、エントリー&テキスト .tcl、そしてエントリー&テキスト_support.py を生成します。こちらが、エントリー&テキスト .py の冒頭です。今回は、ファイルの保存機能を使うため、takinter.filedialog をインポートする行を追加します。このプロジェクトでは、GUI の定義ファイルであるこの
エントリー&テキスト .py と、ロジックを記述するサポートファイルの両方を修正していきます。13行目は、takinter.fileDialog をインポートしファイルを保存するために追加しました。エントリー&テキスト .py の主な変更点は、ボタンのコマンドです。出力と書かれた。ボタン2のコマンドには、ラムダ式を使って、サポートモジュールにあるアンダーラインイキポートアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーライン CSV という関数を呼び出すように記述します。この時、引数としてセルフ、テキスト1を渡します。追加と書かれた。ボタン1も同様に、ラムダ式を使い、サポートモジュールのアンダーラインアットアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーラインテクトボックス関数を呼び出します。引数には、入力欄であるセルフ、エントリー1と、テキストエリアであるセルフ、テキスト1の両方を渡します。このように、GUI 定義ファイルからは、サポートモジュールの関数を呼び出すだけ、という形に分離するのが一般的です。変更点をまとめます。まず、ファイルダイアログを扱うために、takinter.fileDialog をインポートしました。ボタン2出力ボタンのコマンドには、テキスト1ウィジェットを引数としてサポートモジュールのアンダーラインイキポートアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーライン CSV 関数を呼び出すラムダ式を設定しました。ボタン1追加ボタンのコマンドには、エントリー1とテキスト1を引数としてアンダーラインアットアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーラインテクトボックス関数を呼び出すラムダ式を設定しました。今度は、エントリー&テキストアンダーラインサポート .pyサポートモジュールの修正です。こちらにも、ファイル操作のために、takinter.fileDialog と、今回は OS モジュールもインポートしておきます。このサポートファイルに、先ほど、エントリー&テキスト .py から呼び出すように設定した2つの関数を定義します。まず、アンダーラインアットアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーラインテクトボックス関数です。引数として受け取った。エントリーアンダーラインウィジェットからドットゲットでテキストを取得し、開業文字を加えてからテキストアンダーラインウィジェットにドットインサートで追加します。その後、入力欄である。エントリーアンダーラインウィジェットはドットデリートでクリアします。次に、アンダーラインイキポートアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーライン CSV 関数です。テキストアンダーラインウィジェットからすべてのテキストを取得し、e/out アンダーラインファイル .csv という固定のファイルパスに書き出します。サポートモジュールの変更点をまとめます。まず、アンダーラインアットアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーラインテクトボックス関数を追加しました。この関数は、エントリーアンダーラインウィジェットからテキストを取得して開業を加え、テキストアンダーラインウィジェットの最後に挿入し、最後に、エントリーアンダーラインウィジェットの内容をクリアします。次に関数。アンダーラインイキポートアンダーラインテキストアンダーライン2アンダーライン CSV を追加しました。この関数は、テキストアンダーラインウィジェットの内容をすべて取得し、指定された CSV ファイルに書き出す処理を行います。ここでは、try.except を使って、ファイル書き出し時のエラー処理も考慮しています。今回は、エントリーウィジェットとテキストウィジェットについて説明します。画面に示すのは、ページで作成した GUI 画面となります。画面上部にはエントリーウィジェットと、その横にボタン。画面下部には、テキストウィジェットとその横にボタンを配置しています。エントリーで入力された文字は、追加ボタンを押すことによって、下のテキストに追加され、また出力ボタンはテキスト画面に表示された内容を、CSV ファイルで出力される用コードを作成しました。このページのプロジェクトは、CreatePython GUI と CreateSupport モジュールで Python コードとして出力し、このコードを修正します。ページで作成された Python コードがこちらになります。それでは、修正したコードを実行してみましょう。エントリーに文字を入力します。そして隣の追加ボタンを押してみましょう。すると、このようにエントリーで入力した文字列は、下のテキストに追加されます。続けて、他の文字も入力してみましょう。
次に、こちらの出力ボタンを押してみます。すると、CSV ファイルとしてテキストの内容がローカルディスクに書き込まれました。メモ帳で開いて、内容を確認してみましょう。すると、このようにデータが書き込まれたことが確認できます。それでは、修正したプログラムを見てみましょう。最初に Create Python GUI で作成したプログラムを表示します。こちらがテキスト1ウィジェットの設定コードです。次に、こちらがエントリー1の設定コードとなります。そして、こちらがボタン2の設定コードです。ボタン2の設定に、この部分を追加しています。ここでは、Export Text to CSV 関数を追加し、テキストウィジェットの内容を出力する関数を呼び出しています。この関数は、サポートモジュールで定義しています。次はボタン1の設定ですが、ここでも add text to textbox 関数の呼び出しを追加しています。この関数は、エントリーで入力された値をテキストウィジェットの最後に追加する関数の定義です。この関数もサポートモジュールで設定を行っています。次に、サポートモジュールについて見ていきましょう。最初はエントリーウィジェットの内容をテキストウィジェットに追加する関数、add text to textbox 関数について説明します。この関数の引数は、エントリーウィジェットとテキストウィジェットになります。こちらはデバッグ用コードとなります。アンダーラインデバッグが true の時だけ実行されます。こちらは、エントリーウィジェットの内容を改行を付加して変数テキスト to add に代入をしています。次の行では、テキストウィジェットの最後に先ほどの変数テキスト to add を挿入しています。そして、最後に追加後にエントリー1のウィジェットをクリアする命令を記述しています。次は、テキストウィジェットの内容を CSV ファイルにエクスポートする関数。エクスポートテキスト to CSV 関数について説明します。最初の方は、バック用コードとなりますので説明を省略します。まずこちらでファイルパス変数に出力ファイルのパスを設定しています。そして、このファイルパスを用いて、書き込みモードで、ファイルを開いています。こちらのニューラインの部分は OS が異なった場合、開業コードの一貫性を保つため、このように設定を行っています。そして次の行でファイルに書き込みを行っています。書き込むデータテキストコンテントは、34行のように設定を行っています。ここではテキストウィジェットの1行目の0番目の文字列より最後までを先頭と最後にある空白を取り除いて取得する命令を書いています。